どうも、スマッシュログ TV です。お願いします。お願いします。さあ、今回は初心者にありがちな打ち合いで負けてしまう人の特徴5選を紹介しています。まあ、最終的にね、先に結論言うと、マッスルメモリーですからね。やって覚えていくっていうところはありますけど。まあ、ただその打ち合いに、負けてしまうのが悪いってわけじゃなくて、勝ちにつなげるような打ち負けをしていきましょうと。なので、もう負け続ける打ち負けはもう終わりにしようというところでの特徴5選を紹介していきます。さあ、まずは1つ目。クロスヘアの置く位置がおかしい。そうね。これマジでどのゲームでもありがちだと思う。もうあるあるしか話さないですからね。我々もね、経験しましたよね。経験してる。クロスヘアの置く位置がおかしい例としては、こういう攻め方。どこだろうな。はい。これめちゃくちゃ極端にやりましたけど、もうこれは0点ですね、これは。逆に守り側いきます。ゆきとさん出てきてください。はい。そこだ。もう床打ってんじゃん。っていう、なんか見てるのはここなんだけど、クロスヘアはなぜかこっちに向いてて。で、来た瞬間合わせんだけど、ってばらけちゃう。結構これは移動するとき全体に言えるんですけど、この画面中央に置いてあるその照準クロスヘアで索敵をしなければいけないんですよ。画面全体で自分の目で索敵しちゃいけないんです。基本的に相手が、アタッカーサイドだったら相手がいそうな場所に常にこう、本当に綺麗にやる必要はないですよ。こう角を出るときこれグーってこう出るのもいいんですけど、そこまで綺麗にやらなくてもいいんで、せめて相手がいる方向にこういうのはプリエイムっていう、あらかじめこう、照準を置いておくことプリエイムって言いますけど、そこまでしなくてもいいんで、出てきそうな場所とか、いる可能性がある場所に常にこう、クロスヘアを置きながら動いていくみたいなのが必要ですね。あとはもう一つ、補足を挙げるとすれば、クロスヘアの位置がやっぱ、ちょっと低めになっちゃうことですね。やはりこのゲームってヘッドショットが強力なので、できれば頭に当てたいということで、頭のあたりはこのあたりだろうっていうのをなんとなくこう目星つけながら、ある程度の高さをとりあえずイメージしておくといいですね。そうですね。このあたりだろうみたいな。その2、ストッピングができていない。これあるあるなんだわ。これはね、我々も、ちょっと足りなかったなっていう時は、たまに、本当にごくたまにあるかな。ある。全然あるし、正確にこう球を当てるんであれば、綺麗に止まってから打たないといけないんですよ。止まった瞬間に打っても気持ちぶれるんですよ。だからね、タイミングが難しいんですけど、ただこのゲーム、少し緩めでも、ちゃんと止まった状態で打てば、初段はちょっとぶれるんだけど、2発目以降飛ぶんで、これはね、もう慣れるしかないんだけど、強いて言えば、いくつかのタイミングで定期的に自分で止まっとく。例えば、これもうほんと初心者向けの話します。アタッカーサイドの方がどちらかというと歩行ったり走ったりすることが多いと思うんですよ。だから、もう大雑把に言います。こういう動きをする。全然ありですね。だからもう本当にとにかくは止まって打つことですかね、まずは。座ってもいいです。しゃがんでもいいです。球があまりぶれないような状態を作って打つことを意識しないと、球がね、スムーズに当たって敵を倒すことはできないので。そのあたりは本当に初心者の方は、まず壁を100発、3発ずつでもいいんで、何でもいいんで、100発から1000発打つと体に馴染んできます。なので、動いて、止まる、打つ。動いて止まる、打つ。これね、練習と実践で結構違うので、練習とかだと、テンポよく止まったりしますけど、だからやっぱデスマッチとかそういう実践形式のところで、いざ敵が出てくるとびっくりして先に打っちゃうことも結構あると思うんですよ。それをこう冷静にこう左手も一緒にできるように馴染ませていくっていうのが必要ですね。相手も同じ環境なんで、冷静に止まりましょう。続いて、その3、武器の特性を理解していない。そもそもリコイルコントロールが浅すぎるとか、めちゃくちゃ至近距離なんだけど、ADS して頑張って打ってるとか、その方が狙えるんだったらいいんだけど、あとは、バッキーとかなのに遠距離で積極的に勝負をするとか、これね、前のその武器の扱い方打ち方っていうところを以前動画僕と岸さんでやった時のやつを見ていただければとは思うんですけど、いくつかの打ち方のパターンっていうのをやっぱりこう試合の中で武器ごとである程度感覚で身につけています。上手い人たちは皆さん。だから僕も結構ね、大体の武器で意識したことは最初ありました。大体の武器で意識することは、打ち始めたらもうクロスヘア相手の膝あたりまで落としちゃおうみたいなことを最初からやってましたね。
まあ胴体には連続で当たるかなと思うんで、うん最初の頃はそうやって教えてたりしましたね。なので距離とあとは特性を理解することは大事ですね。まあ分からない時はね、もうプラクティスモードでひたすらその武器をいろいろとな打ち方で試してみるとなんか染みついてきます手に。続いてその4、ポジションの有利、あとは不利を分かっている。ちょっと難しい話にはなるんですけれども、アタッカーサイド、ディフェンダーサイド、どちらでもちょっと言えることがありますね。はい。例えば、岸さんがそのハンドル浮いた位置、そこですね。その位置って、基本岸さんも退路がないんですよね。もう逃げられない。逃げられない。絶対倒されちゃうだろうなっていう。だからその位置にいるのは弱いですよね、基本的には。できるだけ遮蔽物とかを、の近く、壁を背にするとか、そうですね、遮蔽物の近くとかだと、このゲームって一人で打ち合い続けるゲームじゃないんで、敵の位置を把握しながら味方と後で連携を取り合うこともできたりとかするし、ワンキル取った後身を隠す可能性も全然あるしっていうやり方がありますね。あとは、そうだな、ポジショニングの話はそうなんですけど、勝負の仕方かな。例えば、よくありません？そこでガン置きしてる人。そこに対して、こうやって出てる人。はいはい、クロスセアの置き方が悪いんだけど、こうやってゆっくりなんか索敵がてら出る人。これ結構危ないです。はい、あとはしゃがんでどこだあそこで出たり、あとはもう一個補足するんですけど、銃口の意識かな。これも説明しておかないとまずいと思うんだけど、例えばこれ見えてますよね。はい。で、銃口だけ多分見えてますよね。銃口、はい、先っちょ見えてます。そう。ただこうすれば見えないですよね。はい。っていう感じで、このゲームってその自分のキャラクターモデルだと、これ平坦に見えるかもしれないですけど、実際僕の画面で見ると分かるんです。銃口が実は相手の視点には飛び出てるんですね。そう、こんな感じで。相手がいるだろうって分かってるんであれば、よくある、走って出る。オーバーピーク。あとは、いるかどうかを安全に索敵してから出る。こうやってピークで索敵してから出る。もう一個だけアタッカーサイドで補足できることがあるんですけど、同じやられ方を永遠とする。じゃあ1ラウンド目、ここでゴーストで倒されます。頭抜かれた。やられた。じゃあ2ラウンド目もう一回行こう。さあ、どこだっつって、同じやられ方をしました。はい。っていう繰り返しで、同じ飛び出し方で同じやられ方をする。角度変えてやられるとかね。そう、一番悪い例ですね。これはディフェンダーサイドでも同じことが言えますけどね。同じ場所でどちらにしてもポジショニングの話。そう。同じ場所で永遠とマイラウンド守んない。対策されます。このゲームアビリティもあるんで、ここにいるよねってピンポイントで分かってたら、いや、あいつ確か顔出してこねえよなとか分かってたら、例えば、岸さん、サイトの裏隠れてもらっていいですか？で、毎回ここで覗いてくる敵がいると覚えてるんだったら、例えば最悪なやり方なんですけど、よし、ここまでクリアリングした。相手確か裏にいたよな。リスクあるけど、離婚出そうっつって。で、離婚移った。移ったら確実にそこを抜こうみたいな、こういったやり方もできちゃいますよね。なので、同じ場所っていうのはね、そう、同じ場所っていうのは何度も多用しないように気をつけるんですかね。続いては5個目。気持ちで負けている。気持ちいきましたか？これね、過去にもあるんですよ。特に、最近だとね、関裕太くんとか、やっぱ昔、前半0キル折り返しみたいなのがあったんですよ。やべえ、相手強え。マジ強えよ、プロだよとか言い始めて、後半もほとんどキル取ることなく終わったっていう。一回そう思っちゃうと、どうしても打ち合いで負けてしまうと。いや、間違いない。これあるんだよね、本当に。例えばビビるとみんなどうするかって、足音消す癖がつくんですよ。バレたくないって。よく、コンペティブでもあるフリットの攻めで、弁当を抑えました。じゃあ僕先頭で出ます。ビビんない。絶対ビビんない。打ち方1人立った。2人目。ここで倒されちゃった。でも後ろビビってカバーに来ない。結果、ここでも止められ、ベントから挟まれ、ゆきひろさんも死んで、うわ、今ビビらないでヘブン取ってればもっと展開変わったのにとか、カバーしてくれたらもうちょっとワンチャンスあったんじゃないかっていうのもあるので、ビビらない。難しいね。これビビってるの話に入れていいかどうか分かんないけど、はっきり僕が1個言えることは、先頭が行くんであれば、すぐに飛び出せるぐらいの距離まではついていけって僕思ってるんで、基本的にこれ余談ですけど、先頭の人が前に出るんだったら、後ろついていかなくて先頭が無駄死したら、それ後ろの人のせいなんで、できるだけ頑張ってついていってあげてください。っていうのもあるので、フラッシュ受けて、いや、俺眩しいって言っても、後ろの人が助けてくれるし、前の人が食らってたら後ろの人がカバーする。そのぐらいのビビりをなくしていきましょう。
ということでね、今回は打ち負けてしまう人の特徴や、改善点についてご紹介をしていきましたけれども、最近始めたバロラントプレイヤーに皆さんね、友達がいたら、この動画見ればある程度わかるよっていうところで紹介してみてください。そうですね。ぜひ紹介お願いします。それではチャンネル登録、そして Twitter のフォローをよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。